ので6キロそうだけでなくなるかな。ボリューミーだし肉厚ですごい美味しいです。大体カツばっかりですね。ワンタンかな。大好き。そういうラーメンはここでしか食わないんだね。この子一番。お待たせしました。野菜がはいそうですね。はい。簡単どうぞ。お米はどこ産ですか？北海道産。銘柄は梅ペリカン。昔からの手洗い本屋さんで。もともとご出身もずっとこの辺り、ここです。これで1日分ぐらいです3升炊いて早い時だったらもう1時ぐらいなくなっちゃうから、あとはもう追加でお客さんの流れ見ながら。か？1日多い時だと結構出るんじゃないですか5升出て、もう最後夜お客さん来たんだけどお米ありませんっつって、じゃあラーメン食べるわって言ってくれて。もともとおばあちゃんの家で裏に実家。おばあちゃんとおじいちゃん始めたお店で、始めながらうちの母親がアルバイトやってたのかな。この裏にうちのおばあちゃんの土地だったんだけど、うちの母親に土地くれて家建てて、こんな感じかな。代替わりをされたのは何年ぐらい前になるんですか？ついこの間4月に母親亡くなっちゃったんで、ここからはその母親って痛いとかっていう人間じゃないんだけど、その時だけは自分から辛くて入院するって言い始めたんで、そこからはもう母親抜きの仕事を。もともとお店で一緒にそうゆういちさんがお店で働き出したのは何年ぐらい前ですか？ 4年前の改装するタイミングで。こちらは何ですか？チャーシューの炊いたやつ。チャーシューは何肉ですか？豚のもも。よく見たら伊藤食堂って書いてるんですね。これバイク乗るんだけど、バイク乗る仲間のデザインで作ってくれて、自分の好きな文字入れれるっていうから。じゃあ休みの日はバイクでどっか行かれるんですか？どんなのに乗ってるんですか？ハーレー。2台持ってて両方ともハーレー。両方もハーレー。お休みの日はどこに？どこっていうより何食べようかなで決めるから、せっかくバイク乗って遠出するんだったらコンビニのおにぎりは嫌でしょ。俺基本的に金曜日が休みだから、あんまりバイク仲間と休み合わないから一人で走ることが多いんで。最近はどちらに行かれたんですか？金曜日は室蘭の感じで走ってきた。ぐるっと回るのが好きなんで。伊藤食堂ってステッカーが入ってるんですね。うちの広報車だから。ラーメンのやつ。すごいたくさん入ってますね。具材が唐辛子とかこんなこれが唐辛子が入ってるんですよ。食材はどこ産が多いですか？系のあ
り八百屋さんに任せてるんで、おばあちゃんのだいぶからの八百屋さんかな。ますけれども、ブラックウォーカーがコーチをしています。豚のどの部位に？ロース、鶏肉定食ととんかつ。これで何日分ぐらいですか？これは今日だけでなくなるかな。今日ので6キロ。カツは1日カツカレー、カツ定食、カツ丼、カツ入りラーメン。カツのメニューが人気あるから。この山椒飯っていうのは何になるんですか？山椒漬け、うちのおばあちゃんが考えてる。がご飯の上に乗ってる。
お店にはよく来られるんですか？ 1ヶ月に1回ぐらい。そういうラーメンはここでしか食わないんです。醤油ラーメンはお味いかがですか？大好き。トリュフでね、ニンニク入れたら最高うまいんだよね。あっちこっちね、いろんなところで食ってきたの、醤油は。薄い味の醤油とかもあるんだけど、はいこの子が一番うまい。かかっています。世界歴代3位の国者として選出されている了解です。ありがとうございます。今日の醤油ラーメンのお味はいかがでした？うまいね。3代目なんだよね。味変わらないもんね。一時期ね、いやー心配になった時期あったんだけど、35年か6年ぐらいだね。この間ちょっとカツカレーも食べてみたけどうまかったよ。テーブル席どうぞ。はい、どうぞ。カツカレー1つの野菜ラーメン味噌でカツ定食2つ。お待たせしました。野菜ラーメン。はい、そうです。はい。すいません。お待たせしました。カツ定食だったんですよ。はい。カツ定食です。はい。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？どうしても食べたくてワンタンいつもねカツラーメン食べるんだけど今日はカツカレーです大体カツばっかりです美味しいですよねお肉も柔らかいし伊藤食堂さんの好きなところどんなところですか？マスターの一枚ずつが好き
した。カツ丼ですか。カツ丼です。簡単どうぞ。味噌2つ。はい。いますね。36丁目の。じゃあ、いらっしゃいま何名様ですか。お待たせしました。お待たせしました。失礼します。1番は。はい。はい、いや、もちろん。3番。出ます。出ます。お待たせしました。エビオイルカツ定食ですね。はい。店主さんと仲良さそうにって話されてました。あれ、そうですね。伊沢さんが作る料理はいかがですか。間違いないですね。
お店の外ではどんな感じなんですか？バイク一緒に走る時とか。遠目お待たせしました。どうぞ。しますカツ。うどん大盛りカツカレー。お店にはよくお二人で来られるんですか？奥さんは初めてで、僕は10回目ぐらい。職場の人間が勝君ならここだっていうところで紹介してもらったので、僕もこっちの方仕事がした時には一緒に寄ってるって感じですか。ボリューミーだし、肉厚ですごい美味しい。相変わらず美味しいです。カツカレーです。ご飯があれ大盛りぐらいありますね。うち普通盛りでもそこそこの量があるから、うちの将来世ぐらいが普通のお店の普通盛りじゃないかな。おばあちゃんの時からご飯の量が変わってないんじゃないかな。お米の値段も高くなって、減らすのはちょっとお客さんに怒られちゃうから。
レシピとかはもう先代からずっ教わってで俺は自分でメモしてその通り作るとちょっとしょっぱいからアレンジしてと普段は2人でもっと忙しい時とか出前も行かれてたらワンオペでやってるような。そこら辺お客さん気使ってくれて自分らで差をつけたりしてくれるからいや本当ありがとうございました。失礼します。2杯目です。普段は朝食べない人だったんですけど栄養バランスも良くて美味しいので朝とか夜の楽しみで毎日。冷たくないですか？大丈夫。今僕らがやってる寮は大学が4大学ありますので、はいまあ、そこの方たち向けの、はい学生寮をやっているっていう感じですね、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。高瀬さんの一日の流れっていうのは、朝、雪かきやったら雪かきして、事務仕事して、カフェのランチ作って、夕食の仕込み入って7時からバーのイベントがあるので、準備して、っていう感じですかね、仕事内容的には。そこがもう45年同じなんですね。今日は使わないですけどね。こんな毎日使いますね。だいぶもう作ってるね、仕込みは。カフェの方ってどういったメニューがされてるんですか？皆さん寮のメニュー食べてみたいことが多いので、ご飯ベースに一汁三菜で、その一汁を豚汁にして一豚汁三菜というか、はい。
中津さんで3代目になるんですか？そうですね、3代目ですね。10年目になるんですよ、ちょうど。大学卒業した後は東京で不動産やって2年間、その後オーストラリアで料理2年間、全く料理したことなかったんで歴史を配りまくって、ホテルに入ってるメキシカン料理みたいな感じだったんですけど、あんま食べたこともない料理を最初やったって感じでしたね。煮物は学生にも人気なので。これ青森の四国米ってやつですね。こちらのカフェはいつオープンされたんですか2年前の10月16日ですね。ここら辺は学生街にもかかわらず、飲食店が続かないんですよね。もともとここは祖父母の家だったので、家賃とかランニングこそかからないので、であればうちがやっても面白いんじゃないかっていうのが一つのきっかけですね。一緒に入ってきても大丈夫？もちろんです。同じタイプですけれども違ったお部屋をご案内いたします。もう7時ぐらいから食べれるようにしますみたいです。ただ徐々に暑くなってきているので、病気になった時とかに買うことがちょっと億劫だと思いますので、気候が全く違うので、そうですね。来年からですか？はい、来年からです。思ったより綺麗でびっくりしました。そうですね。その後も気をつけて。ありがとうございます。またお待ちしてます。今日は生姜焼きやろうかなと思ってました。毎日即興です。弁当だけは。日曜日お弁当のランキングね。お願いします。
ぱ端材がいっぱい出るんで、その端材を利用してブロードってなんか出汁みたいなのを作って、例えばカレーとかこういった時炊いたりする、そういったものに使って皮とかも、まあ、栄養素とかもねちょっと無駄にならないことで料理に活用してます、パスタ入ります。わ、これ酒。入れ肉。日曜日のお弁当ですね。125人分あるんで、それの仕込みですね。観音にしようかな。観音で。これどういう味付けにしようかな。つけといて焼く前にちょっと皮目に蜂蜜塗ってあげて、漬け込みの料理の方が水分量多いんでお弁当に入れてあげても柔らかさっていうかジューシーさが残るんで、はい、こんな感じですね。よし。
ちょっとよし、最後だな。じゃあ一回処理さんいいですか？あ、なんかもう一回行くんですね。もう一発だけ待ってください。申し訳ないです。片栗振っちゃって。片栗、はい。ましょう。大丈夫？うん、大丈夫だと思います。よいしょ。ごちそうさまでした。こんばんは。いただきます。毎日食べられてるんですか？はい。美味しいです。美味しいです。大学2年生です。普段は朝食べない人だったんですけど、栄養バランスも良くて美味しいので、朝とか夜の料理も楽しみで毎日。そうですか。今日金曜日のなんかお前たち
ですか？ 2杯目です。ここの量はどうですか？住み心地は。住みやすいです。最初から IH ついてて、洗濯機もついてるから結構楽ですね。駅1分だし。そうですね。戻ってこられてから入居率は結構上がったっていう話聞いたんですけど、男子寮は 50% ぐらいだったんですけど、3年で 92% ぐらいにしました。はい。子供の頃からここを継ぐっていうのは決めてたんですか？いや、決めてないです。うちのね、入居者数が悪かったんで、まあその時オーストラリアにいたんですけど、その時母からメールが来て、帰ってこないかって言ってたんで、じゃあそれ帰ろうと思いました。だから今までのね、職業が全部寮の職業だったんで、不動産と料理というか、まあ、だからやることに対してはあんまり悩みはしなかったですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私もちょっとだけ寄っていくので、そうなんですね。はい、また。朝8時半から12時まで働いておられるんですか？日によっては朝6時半から12時ぐらい。そういう感じですね。ピラティス。息子さん戻ってこられてどうですか？10年。父親もやった時からずーっと見てるので、なんとなく自然に入ってきましたね。一つの遊び場であって、でそれが仕事場に変わったっていうことであって、私がそろそろ手をついてもいい頃なんじゃないかなって最近思うぐらい、だいぶいい感じで今来てると思いますね。今日は長いことありがとうこちらこそありがとうございました。またいらっしゃってください。はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。13番です。おいしいです。画面、その画面。スープはどういったものを使われてるんですか？豚骨ベースです。これはもうスープ使える状態です。これは入れる野菜の一部って感じですか？そうですね。米なんです。チャーシューだけで。こ
結構大変じゃないですか？シンクきれいにしてくれよかった。チャーハンとチャーハンは夜しかやってないんで。じゃあお昼はチャーシュー丼。そうですね、チャーシュー丼とライスのみです。チャーシューははい何時間ぐらい火に入れるんですか3時間ぐらい。大体平日だとはい。お客さん何人ぐらい来られますか？多い時で500組とか来るんじゃないか。前の日曜日で261組。人数にすると多分660組ぐらいです。660人ぐらいです。みんなつらいです。以上になります。ここで使っていただいているのは完全にオリジナルの特注麺になってまして、こちらのスープに合わせていただいて専用で作らせてもらっています。野菜屋さんに発注してチャーシュー丼の看板とか。
神様でした。こっちもちょっとでしたら。紳士と少年。はい。後ろに1個5枚後ろにで1個確認で11番さん。正確に3通盛りです。失礼します。検診しろ9番さん、ノーマル8番さん。白土佐で4番さん。H。麺は何分ぐらい？ 2分です。そいっちょドリフト動画でや 3.13 そいっちょ白い子やね。
わり3番さん。赤潮テーブル2番さん。白ハーフ野菜。違う、白野菜、白ハーフ。これレスキューする出動しよう。お願いします。これ何食分ですか？これが今この2つで5食分ですね。5食分。赤大盛り白。塩松。土佐ハーフ。これね、大盛り一丁、テーブル一丁。最後フライパンでしっかり炊くんですね。あ、そうですね。結構珍しいというか。そうですね。あんまそのスープバーって沸かすところはないんで。いいあれ。右下で。白コーン卵8だよ。これが4番さん。信州水戸でこれが1番。開くかな多分。お待たせいたしました。分けてください。全部塩切れる。右2つ。9番さん、6番さん。いいよ。おかわりに。いいよ。両方チャーシューで1個安い。白いソファー。おかわり3番さん。おさんの大盛り14番さん。はい。
何？お席番お願いします。35番のお客様、お席番お願いします。うまい。2人は東京から来てたんで連れてきました。そうですね。美味しい。いや、美味しい美味しい美味しい。全然。じゃあ結構ここの引きのも美味しいですよね。香ばしいとこいいですね。美味しいですね。こってり濃いめですね。こってりが最高ですね。こいつも大好きです。お仕事も頑張れそうですね。そうですね。活力になりますね。お店にはよく来られるんですか？いえ、ここになってから初めてです。もう混んでるから入れないです。結構並ばれたんじゃないですか30分まで。30分。札幌ラーメンっていう6は6です。はい。いいよ。本町で。9番。よろしく入ります。セットどんでカウンターの方ですね。8番お願いします。ここに来るのは初めてです。美味しいです。そのオーダーきれいにして全部。終わりました。終わりました。
餃子で2名様2名様今のところ白3でチャーシュー白片面と先にチャーシュー麺1個からですね大盛り1番さん1つ大盛り全部いってもらえばっていいですかね。白8位か。今のところ210.1。それは少ない。当てろ。6番。お願いします。白5.2飲みないよ。赤チャーシュー白で海苔出してください。白ハーフ白で、こってり塩が濃さあっさり塩に。もん待ちで。赤野菜9番です。
信州はどういったメニューになるんですか？コクとまろやか、コクがあってまろやかで甘みがある。レジ。今かかりましたよね。自分もかかりました。大丈夫ですか？ダメでした。あ、ごめんなさい。チャーハンはもともと炊き込まれてるんですか？あ、そうです。炊き込む時間があるからもらってください。終わりがします？しますし。猫になったら知らないんで、これは買いますね。ですよ、猫って何マイナスしちゃっただけ。マイナスにしたらいいですよ。多く渡しちゃったの。